こんにちは、みえこです。今日はね、とっても簡単なバスケットのパターンを使ったカバンを紹介します。それでは最初にすることは、まず布を切ります。3種類の布を切りますね。そしたらね、これはバスケットの持ち手の部分の布を斜めに切りますよ。布の幅は 3.5 センチですよ。少しぐらい太くても大丈夫ですよ。15センチぐらいの長さがあれば大丈夫です。それではね、最初にプレスして縫い線をつけますね。このバスケットの持ち手の布ですが、このバイアステープメーカーがあればこれを使って、なければこのように折ってプレスしてくださいね。では並べますよ。次縫いますね。これね、四角い布から最初に縫います。縫い代は7ミリぐらいで縫ってくださいね。このように縫いますよ。同じようにもう一枚ここもね縫ってくださいね。それからこっちは緑が2枚あるピースですよ。並べ方ちょっと間違ってるのでよく見てくださいね。これね、反対向きでした。このように並べますよ。そしたら同じように縫います。今度ね、
緑色の布を見ながら縫いますよ。そしたら縫い代7ミリぐらいにしてカットします。今度ね、バスケットの持ち手の部分縫いますね。まずは針で折り線の内側に入るように針で留めます。そしてミシンでも手縫いでもどちらでもいいので、布の端を縫ってくださいね。次にこの4つのピースを縫います。はい、一つのパターンが完成しました。プレスしてくださいね。そしたらカバンに仕立てますね。まずは5枚このように並べましたよ。そして間に色のついた布を並べます。模様は小さい模様があるとパターンがきれいに見えますよ。無地でも大丈夫です。そしたら全部を7ミリの縫い代で縫います。次にプレスして2枚作りますね。もう片側はパターンは4つですよ。そしたらキルト綿の上に重ねます。トップより5ミリぐらい大きいといいですよ。次、裏布ね。まず1枚は2.5 センチぐらいの縫い代をつけて切ります。もう1枚のトップは入れ口の部分だけ 2.5 センチの縫い代をつけて、残りは1センチぐらいで大丈夫ですよ。そしたらミシンでステッチします。
好きな模様で縫ってくださいね。直線でも大丈夫ですよ。急いで縫うとシワになりますよ。なのでゆっくり縫ってくださいね。その後、余分なキルト綿を切ります。もう片側は入れ口だけキルト綿切ります。残りの部分は裏布も一緒にトップと同じ大きさに切ります。2枚合わせて縫いますよ。これ縫ったらね、布の端を隠すように裏布を折って縫います。次はカバン入れ口の布の端をこのように折ってもう一度縫います。そしたらこれね、カバンの底の部分ね、こう斜めに縫いましたけど、このまま四角いままで使っても大丈夫ですよ。でこれを縫った線に合わせて折って簡単に手縫いで縫いましたよ。完成は後でね。次、持ち手の紐を作ります。これね、いつも作っている作り方なので簡単ですよ。そして飾り縫いで仕上げましたよ。次にカバンの入れ口のこの辺に針で留めてミシンで縫いました。ご自由に好きな場所につけてくださいね。
はい、完成しましたよ。裏も表も使えるぺたんこなカバンの作り方でした。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。